今度の結婚記念日どうする？夫の高弘がニコニコしながら聞いてきた。もうそんな時期か。結婚式を挙げたホテルでディナーとかもいいな。そう言うと高弘はうなずく。あ、そっか。じゃあ何か考えておくよ。私の名前は涼子、32歳の会社員だ。夫の高弘は一つ年上の33歳。出会いは職場での忘年会だった。取引先と合同で行った忘年会でたまたま近くのテーブルにいて、声をかけられたのがきっかけ。私の趣味はソロキャンプで、男性からはちょっと惹かれる趣味みたいだけど、高弘はそんな私の趣味に興味を示してくれて、自分もバーベキューをするのが好きだと意気投合した。何度目かのデートではバーベキューを企画してくれて、高弘の幼馴染を誘ってバーベキューをした。その時に初めて会ったのが、高弘と同級生の京平さん。3つ年下の奈々さん。3人は実家が近所で、小学校の頃から仲がいいという。驚くことに、京平さんと奈々さんは半年前に結婚したそうで、幼馴染で結婚なんて漫画みたいと私は羨ましかった。京平さんは誰にでも優しいタイプで、馴染めない私にも、夫以上に気を使ってくれる。それに比べて、奈々さんは妹気質というか、何でも人にやってもらわないと気が済まないし、人のものも自分のものだと思っているみたい。バーベキューでも自分の食べたいものがなくなると、高弘や京平さんのお皿に入っているのを取っていく。私が飲もうとして開けたお酒も、そっちの方がいいと持っていかれてしまう。この3人にとっては、その振る舞いは自然なようで、誰も注意もしないことに違和感を覚えたが、家族みたいな関係と聞いていたし、幼馴染ってそうなのかもしれないと口には出さなかった。それから1年後、私と高弘は結婚し、今年で結婚3年目を迎える。昨年も一昨年もレストランでお祝いをした。今年は挙式をしてホテルのディナーもいいなと提案をしたけど、その数日後、高弘からバーベキューを提案される。わざわざ結婚記念日にと思い、でも、誰を呼ぶの？結婚記念日だよ。私は乗り気になれないまま聞くと、家族とか呼べば？幼馴染も最近会ってないし、親しい人に来てもらって祝ってもらうのは？と言われた。私は高弘の仕事が忙しくなったからと、出かける機会も減ってしまっていたから、挙式したホテルに訪れて、あの日の幸せを思い出すのもいいなと思っていた。でも、完成したマイホームをお披露目する機会もなかったし、それも兼ねてみんなに来てもらうのもありかな。バーベキューも最近できていないし、それはそれでありかもと、私も前向きに考えるようになった。結婚記念日まであと1ヶ月。高弘は一人っ子だから、家族といえば義両親、それに幼馴染の2人か。私は姉と両親に声をかけているから人数はだいたい決まっている。買い物リストも作成し、私はワクワクし始めていた。高弘に人数を確認すると、京平は仕事が忙しいみたいで来られないって。というので、じゃあお父さんとお母さんだけ？と聞いた。すると、高弘は怒り気味に答える。あと、7だよ。私はその回答に困惑した。いくら幼馴染とはいえ、夫の京平さんが来られないのに、妻の奈々さんだけ来るの？私が考え込んでいると、高弘は続ける。両親は都合が悪いから、今回は遠慮するって言ってたぞ。じゃあ、奈々さんだけ？そう聞くと、高弘はうなずく。余計に意味がわからない。でも、高弘は強い口調で言った。幼馴染は家族だろ？涼子は幼馴染がいないからわからないかもしれないけど、俺たちは兄弟同然で育ってきてるんだよ。涼子だってお姉さん呼ぶんだろ？だったら俺だって妹同然のナナを呼んでもいいだろ？私はその強い口調になんだか苛立って、売り言葉に買い言葉で、いいよ、と言ってしまった。
姉にそのことを話すと、それってなんだかおかしくない？こんなこと言うのはなんだけど、二人の関係調べてみたら？と言われる。姉は刑事物や探偵物のドラマが大好きで、何かあるとすぐに事件に結びつけたがる。突拍子もない言葉に、私は笑いながら言った。高弘がナナさんと浮気してるってこと？それはないでしょ。妹同然って言ってるし。はあ、それもそっか。その子の旦那さんも幼馴染なんだもんね。そうだ。幼馴染の妻と浮気なんて普通はできないだろう。姉の妄想癖には困ったものである。それから数日後、姉から電話が来た。ねえ、この間の話、ナナさんって言ったよね。突然の姉の言葉に疑問を感じながらも、私はうなずいた。その子今日、うちの店に来たんだけど。姉はネイルサロンで働いている。今日初めて担当したお客さんが、今度彼氏の家でバーベキューをすると言っていたそうだ。施術中に彼氏や仕事の話をしてくるお客さんはよくいるらしく、姉は何の疑問も持たずに聞いていたけど、その彼氏の特徴が高弘にそっくりだったらしい。施術が終わってスマホでお店のクーポンを出してもらうとき、彼女が嬉しそうに彼氏だと言って姉に見せてきたのが、なんと高弘の画像だったという。彼氏？どういうこと？姉の妄想が現実だったってこと？私は動揺を隠せなかった。だって、ナナさんには京平さんがいるのに。私はその日から高弘の行動を探ることにした。疑い始めると全てが怪しく感じる。残業だと言って、ナナさんと会っているんじゃないかとか、家でスマホをいじっている時も、ナナさんと連絡を取っているのかもとか、私は気が狂いそうになるのを何とか抑えながら冷静さを保っている。そういえば、マイホームを建てる時に土地を探した時も、この辺りなら幼馴染が近くに住んでいるから、何かあった時に助け合えると言っていた。そう考えると、引っ越してきてからの方が、会社は近くなったのに残業だと言って帰りが遅くなることが増えたような気もする。そして私はついに決定的な証拠を目にしてしまう。会社の飲み会があるからといった日、珍しく酔っ払って帰ってきた。上司に飲まされてしまったそうだ。本当に会社の飲み会と思って送り出したけど、同僚の男性が送ってきてくれたので、それは本当だったみたい。千鳥足の高弘を布団に寝かせた。スーツをハンガーにかけ、カバンを片付けていると、いつも肌身離さず持っているスマホがカバンの中で鳴る。メッセージの着信音だ。寝室からは高弘のいびきが聞こえてきている。私は意を決してスマホを取り出すと、そこにはとんでもないメッセージが表示されていた。送り主はナナさん。今日は会えなくて寂しかったとか、来週はデートしようねとか、やっぱり高弘のことが好きだとか、次々とメッセージが送られてくる。高弘はお風呂場にまでスマホを持っていくタイプだから、こんなものを私に見られるとは思っていなかったのだろう。私はその画面を自分のスマホで撮影する。しつこいほど次々とメッセージが送られてきていたけど、もう寝ちゃってるのかなというメッセージが来て、ようやく鳴り止んだ。思わずスマホを壊してやろうかと思ったけど、私は思いとどまってスマホをもう一度手に取った。画面のロック解除は、なんと、ナナさんの誕生日。7月7日生まれだからナナなんだと言っていたことを思い出して試してみたらドンピシャだった。そこには2人の写真がたくさん保存されている。私と行こうねと言っていたテーマパークにも行っていた。何より許せなかったのは、私たちが挙式したホテルのレストランでの写真があったことだ。私はそれらの写真も自分のスマホで撮影した。結婚記念日にホテルのレストランを提案したのに却下されたのは、すでにナナさんと言っていたからなのかもしれない。わざわざそんなところで浮気するなんて、どういう神経してるのよ。私は二人のことを許せなくなった。
翌日、高弘が慌てて起きてくる。俺のスマホ知らない。おはようより先にスマホの心配ですか。私はなるべく平静を装って言った。おはよう。体調は大丈夫？スーツはかけてあるし、カバンはソファーに置いてあるけど、その辺にない？高弘はものすごい勢いでカバンを開け、スマホを手に取った。どんだけ大事なんだよと突っ込みたくなるほど安堵の表情を浮かべている。スマホをいじりながらなんだかニヤニヤしているのは、昨日のナナさんからのメッセージを確認しているのだろうか。でも、そんな顔をできるのはあと少し。今のうちに堪能していればいいと思うと、私の気持ちは楽になる。そう思うことで自分を保っていたし、計画を進めることができたと思っている。私は高弘が寝ている間に何度かこっそりとスマホを見た。肌身離さずスマホを持ち歩いているけど、寝ている時はさすがに気づかない。メッセージを遡ると、その関係は私たちの結婚後すぐに始まっていたようだ。高弘が結婚すると、急に自分のものを取られた気がして、優しくて収入がいい京平さんと結婚したけど、高弘も手放したくないと、ナナさんが誘っていた。しかも本当の愛に気づいたの、だそうだ。私は怒りを通り越して、妙に冷静になってしまう。半月後の結婚記念日、私はニコニコしながら、朝からバーベキューの準備に励んだ。高弘が私を見て微笑み、準備を手伝い始める。涼子の家族も来るし、俺もいいとこ見せちゃおっかな。まるで幸せな夫婦の会話だ。そこでインターホンが鳴る。私は両親と姉夫婦を迎え入れた。姉の旦那さんがいることに高弘は困惑したようだ。ああ、お兄さんも誘ったら来てくれるって言うから。と私が言うと、高弘は笑って挨拶をする。続いて、ナナさんが到着した。姉とナナさんが対面するのは少し心配だったけど、姉は仕事中髪を下ろしているし、メイクも派手。でも、今は髪をまとめていて地味なメイクだ。姉なりの変装らしいが、確かにこれなら気づかれにくい。その後もインターホンが鳴る。不思議そうな顔をする高弘。私は玄関を開け、続々と到着する私の親戚を迎え入れた。ちょっと、涼子、どういうこと？親戚のおじさん、おばさん、いとこまで。結婚式に来てくれた総勢20名が所狭しと入ってくる。おじさんもおばさんもいとこも昔から仲良しなの。私にとっては家族も同然だし、今回のことを話したらみんな来たいって言うから呼んじゃった。ポカンとしているナナさん。高弘は私に耳打ちしてくる。おい、ナナのことも少しは考えろよ。知らない人が大勢いるところ気を使うだろ。私はわざわざ大きな声で笑って答えた。大丈夫よ。だって、私があなたたちとバーベキューした時だって、高弘は私のことを気にしていなくて、馴染めなかったけど、京平さんが気を使ってくれたでしょ？みんな優しいから問題ないよ。それに、ちゃんとナナさんのことも考えて。そして、私はリビングの時計を見た。あ、そろそろかな。その言葉に高弘はぎょっとする。まだ来るの？私は笑いながらうなずいた。ちょうどいいタイミングでまたインターホンが鳴る。私が玄関から戻ってくると、部屋の中が静まり返った。青ざめる高弘とナナさん。なんで？ようやく口を開いた高弘の言葉に私は答える。だって、家族を呼びたかったんだよね。話したら心よく来てくれたよ。到着したのは義両親と京平さんだ。義両親に電話をしたら二つ返事で来てくれた。実は高弘は初めから義両親と京平さんには話をしていなかったそうだ。京平さんが口を開く。高弘、水臭いじゃないか。
今は仕事も落ち着いているから一日くらい空けられるよ。ナナも友達と遊びに行くなんて言わないで。言ってくれればよかったのに。ナナさんはぎこちなく、忙しいと思ってたから、ごめんね。と返事をした。顔色の悪い高弘とナナさんをよそに、バーベキューは楽しく開催される。そして、1時間が経った頃、少しお酒の入った私は、陽気に言った。ここで本日のメインイベントです。私はジューシを呼ぶ。ジューシは高弘の前に行き、名刺を差し出した。高弘は恐る恐るそれを手に取る。弁護士。ジューシはゆっくりうなずいた。涼子が離婚するって言うから、この件を引き受けたの。離婚？高弘は驚き、周りはざわつく。私は離婚届を取り出し、高弘に渡した。そういうこと、これ、書いてね。高弘は慌て出す。ちょっと待って、なんで？そこで、ナナさんは何かを察してか、自分のカバンを取って立ち去ろうとした。しかし、姉がその前に立ちはだかる。あなたも今日の主役なの。ここ、座っててね。そう言って、椅子に誘導。ナナさんは姉の顔をまじまじと見て、あの時のネイリストだと気づいたのか、どんどん青ざめていく。私は高弘を睨みつけた。よく平気な顔して結婚記念日なんて迎えられたわね。あんたがナナさんと浮気してるのは知ってるのよ。しかも、私たちが結婚した当初からね。私はスマホを取り出し、数々の証拠を見せると、高弘は青ざめて言い訳を始める。違うんだ。これは、魔が差したっていうか、ナナに誘われただけで、本当に愛してるのは涼子だけなんだよ。私はその言葉を鼻で笑った。最低の言い訳ね。そうよね。私と離婚したらこの家のローンなんて払えないものね。あなたと私じゃ収入が違うんだから離婚なんて困るわよね。本当に残業していたなら私の収入に少しは追いついただろうけど、残業なんて言ってた日はほとんど浮気してたでしょう。有給取ってテーマパークに行ったり、挙式したホテルで食事したり、私を騙して楽しんでいた気分はどう？高弘は目を泳がせる。優しくて収入の高い京平さんとせっかく結婚したのに、高弘が私と結婚した途端、急に自分のものを取られたと思って高弘を誘って浮気するなんて。ナナさんも最低ね。しかも結婚記念日に一人でのこのこ参加するなんて。どうせ私は気づかないと思って。高弘と仲がいいアピールして優越感に浸りたかったのよね。そう。ナナさんの性格は自分のものも人のものも自分のものなんだ。今まで自分にチヤホヤしてくれていた高弘が私のものになるのが許せなかったのだろう。本当の愛に気づいたのなんて高弘に言っておいて、京平さんとも別れないなんて最低だわ。二人に愛される私とでも酔っていたのかしらね。ナナさんを見ると青い顔で今にも倒れそうだ。そんなナナさんに京平さんが追い打ちをかける。俺たちも離婚だ。高弘と会っているのは知っていたけど、何か相談でもしているのかと思ったよ。まさか本当に浮気をしているなんてな。涼子さんから話を聞いて、俺も調べさせてもらった。しかもナナは会社の上司とも浮気してたんだな。京平さんの言葉にナナさんは顔を上げられなくなり、高弘はナナさんを睨みつけた。私はその光景に笑ってしまう。あんたにナナさんを睨みつける資格なんてないからね。義両親には話すかどうか迷ったけど、京平さんに相談し、すでに義両親も私の味方だ。事前に私に謝罪してくれ、今は黙って様子を見守ってくれている。私の両親や親戚たちも小さくお互いに話し合っているけど、直接私たちに言ってくる人はいない。でも、だんだん事情が分かってきたのか、自然とナナさんと高弘への視線が厳しくなっていく。京平さんはナナさんに離婚届を渡した。
それ書いて出て行って、慰謝料の請求は改めてする。ナナの両親にも話してあるから。ナナさんは泣き崩れ、高弘は青ざめていたが、弁護士の重視が淡々と慰謝料の請求を突きつける。義両親にも促された高弘は離婚届を記入し、そのまま義両親に引き取られた。ナナさんは京平さんが連れて行き、京平さんの家で待っていた両親に引き渡したらしい。すっきりした私は親戚一同とバーベキューを楽しんだ。その後、高弘とは離婚が成立。もちろん慰謝料も請求して足りない分は毎月支払われているから、仕事はしているのだろうけど、詳しいことは何も知らない。私はナナさんにも慰謝料を請求。ナナさんは京平さんからも慰謝料を請求され、実家に帰って両親の監視の下で暮らしているそうだ。私は独身に戻って再びソロキャンプに没頭している。今回の件ですっかり探偵気取りの姉からは、今度結婚するときは私が身辺調査してあげるからね。と言われているが、姉が活躍する日は遠そうだ。とはいえ、親戚とは定期的にバーベキューを開催して楽しむ余裕もでき、充実している。